回の産業まとめ。デウ建設シンガポールで公共工事受注。デウ建設社員2人が贈賄容疑で起訴。贈収賄事件を報じない韓国メディア。7月20日、デウ建設はシンガポールの陸運局 LTA から鉄道関連の建設工事を受注し、韓国メディアもこれを報じました。しかし7月24日に明らかになった、デウ建設とシンガポール LTA が関わる贈収賄事件を韓国メディアが報じていないと韓国メディアオーマイニュースは指摘しています。これは、シンガポール陸運局の元副グループディレクターが、事業を斡旋するために、両社に対して融資という形で合計約124万シンガポールドル、約1億円の賄賂を受け取ったという事件です。36の容疑のうち22件が収賄の容疑と、シンガポールの腐敗行為調査局 CTIB はしています。容疑者はガンプルでの借金を返済するために行ったと告発書に記しているそうです。この事件に関連して起訴された6人の個人と1つの企業のうち、デウ建設の韓国人2人も含まれていることが分かっています。デウ建設のプロジェクトマネージャーとプロジェクトディレクターの2人は、約5万シンガポールドル、約400万円の賄賂を融資という形で容疑者に渡したとして告発されています。デウ建設がこの度こうしてシンガポールでの受注を受けるのは実に6年ぶりであり、今回の事件と受注は関連している可能性があると言えるでしょう。しかしながら韓国メディアはこの大企業の管理職2人が海外で起訴された事件を一切報じずに放置した状態です。収賄側が認めているため、有罪となる可能性は極めて高い事件にもかかわらずです。シンガポールでは腐敗事件の場合、最高で10万ドル、約780万円の罰金刑、または最大で懲役5年。今回のように政府や公共機関が関わる場合は7年になることもあるようです。韓国オーマイニュースは、こうした事件を正しく報道できない韓国メディアは問題があると指摘しています。編集所管。今回の概要。企業、個人的判断、どっち？メディアの責任、国家的隠蔽、とその背景。シンガポールといえば、腐敗認識指数では常に上位に位置する腐敗の少ない国として知られています。アジアで唯一上位10カ国に入る清廉潔白な国ですが、それでもこうした腐敗がないということではありません。贈収賄については2014年から2019年の間とされていますが、今回のデウ建設の受注と贈収賄は関連があると見て良いでしょう。最近マレーシアやフィンランドの工事など、あちこちで目にする中国鉄道トンネルグループの関係者も起訴されていますね。やはり建設関係には、常にこうした不適切なお金が動いているのでしょうか。要求する側も要求する側ですが、送る側も送る側ですね。こういうのはどうなんでしょうね。出さないと受注を失うから出しちゃうんですかね。下請けだからと理解を示そうとしても違法は違法で、これが会社の判断で行われたのか個人が勝手にやったのか。また、お金はどこから出たのかによって会社に問われる責任も違ってくると思います。現時点でそれは明らかになっていませんが、それはデウ建設側が明らかにすることでもあるはずですよね。メディアは取材せず、デウ建設も公式コメントを出さず、こっそり隠れて風が止むのを待っているのでしょうか。企業もメディアも、そして国家も、いや、今回は国家は関係ないか。そういうわけでデウ建設のホームページに行ってみましたが、何も記載されていないですね。何も起きていないということのようです。一番の問題は韓国メディア。特に通信社である連合ニュースとニューシスですね。彼らは一体何をしているのか。現地に特派員くらいいるだろうに、丸虫ですか。今回はオーマイニュースの個人記者がシンガポールの記事を発見したことで明るみに出ました。しかしメディアの怠慢と企業の隠蔽で隠された事件がいくつもあると想像してしまいますね。デウ建設はもともとデウグループの建設部門で、IMF 後のデウグループ解体で国の管理下に入り、クムホアシアナグループ傘下に入ります。しかしクムホアシアナは経営難に陥ってグループから分離され、再び産業銀行の管理下に入ります。これが2010年の話。産業銀行は経営を改善して売却を目指していますが、外資の入札しかなく、今のところこれらを拒否して売却は停止状態。ホバン建設が分割売却を提案するも、デウ建設の業績悪化で撤回を宣言して現在に至ります。産業銀行としてはこうした贈賄事件によって、デウ建設のさらなる企業価値の下落を避けたいがために報道を規制したのではないかと思います。
デウ建設は最近でも香港での大型受注など海外受注では良いニュースが多いにもかかわらず株価は右肩下がり。現在の株価は産業銀行の子会社 KDB インベストメントが買い取った時の価格6540ウォンの半分に過ぎない3200ウォン台にまで落ち込んでいます。年初が4730ウォンだったことから見ても、コロナの影響もあって企業価値は下落の一途をたどっています。実際のチャートは権利問題もあってお見せできませんが、2011年1月には15700ウォンを記録していましたから、もはや歯止めのかからない下落状態です。言い方を変えれば、企業価値を高めるために国税を投じたにもかかわらず、むしろ赤字だけ垂れ流している状態。この出血を少しでも抑えようと、報道が規制されたのではないかというのが私の想像するところです。このような意見はどこにも書かれていなくて、あくまで私の推測に過ぎません。ただ、真っ当なメディアであればそんな国の要望に応えるわけもないでしょう。一体何が起きているのかわかりません。今回の件は本当に不思議な出来事です。全くよくわからないんですが、収賄事件を隠したってことですか？いや、誰がどういう意図で報じなかったのかさっぱりわからないんですよ。ゆるりんは国家権力が隠蔽したって言ってるんですか？もうこれに関しては想像でしかなくて、全く自信はありません。じゃあもうそういうことにしちゃえばいいんじゃないですか？ダメでしょ。別に専門家でもないし根拠も乏しいし、そういう想像があるという紹介しかできません。じゃあ他に考えられるのは何ですか？通信社2社が見落として、今更もういいかと思って放置したとか。2社が見落としってないでしょ。ですよね。海外では報道されてないんですか？シンガポールのローカルニュースなので、大々的には取り上げられていないですね。建設会社の汚職事件だと、ゆるりんが前に何かで関わったって言ってませんでしたっけ？あ、それは言っちゃいけないやつです。そうなの？その関連で色々あって、ちょっと関係がありますけど絶対言えないです。どこの会社でしたっけ？だから言わなくていいから。まあ、建設はね、色々な癒着を生みやすいですよね。特に海外の場合は本当に色々あると思います。いつもそう言いますよね。海外は汚職まみれだみたいに。なんかね、そういう風に政治家に心づけを渡すみたいなのが慣例化しているというか、システムの一部と化してる国がまだまだ多いんですよ。よく東南アジアの話をしてましたよね。その他にも中東とかアフリカもそういうのがまだまだあると思います。最近は少しは変わったと思いますけどね。実際どうだか。中国のアフリカ進出なんて、潔白にやってきた日本を賄賂でうまく蹴落としたという推測があるくらいですから。日本でも某業界は未だに政府の役人に飲み食いさせてというのがあるらしいですし。某業界っていつも言ってるあれですか？まあ、業界内の人はみんな知ってるだろうけど、ここではちょっと言えないですね。今日はそんなのばっかりですね。だってこんなの知れたら大変なことになりますよ。それを言ったら白雪さんの会社のあれも。わあ、それは絶対に言ったらダメです。私死んじゃいます。日本でもこんなだから、世界ではもっと色々あるということですよ。今回は死ぬほど恐ろしい回になってますね。世の中地味猛量としてるということで、今回のようなもみ消しなんてきっといくらでもあるんですよ。そうなんですね。でも今回はバレちゃったんですね。ですけど他のメディアは未だに静観しているというか無視していますね。ところでこのデオ建設という会社はやばいんですか？どうなんだろう。やっぱりコロナの影響が色々出てというところだと思います。国内は堅調なのに海外が不安要素が多いからということだと思いますね。工事の縮小や延期もあり得るので。企業はどこも大変ですね。ここは税金を使っていますからね。いずれどこかが買収するにしても、大損したということに変わりはないと思います。失敗。建設企業だから残受注とかあって難しかったんだろうけど、潰しておけばよかったんですよ。最近朝散歩を再開したんだけど、一向に体重落ちないね。初めてどのくらい？今週からだからまだ4日とか5日とか。もっと運動したら？してるんだけどね。さらに増やさないとダメかな。ゆるりんでもちょっと大きくなった？全体的に。これは筋トレのせいじゃなくて単に太っただけだと思う。あ、そうなんだ。白雪さんは確実に大きくなってるよね。二の腕引き締まってきたね。へへ、努力してるんで。でもムキムキにはまだほど遠いけどね。
それでも胸の肉ついてきました。かさ増し中です。あんまりわからないけどね。脱いだらすごいです。また始まったよ。で、いつ頃ムキムキになるの？あともう少しです。2、3ヶ月くらいじゃないですかね。もっと長い道のりだと思うよ。多分白雪さんは筋肉がつきにくいタイプなんですよ。そんなことないですよ。もう少しですよ。後で見せっこしましょう。後でってここで、なんかやだな。じゃあ今度お風呂屋さん行きましょう。先に帰ってもいい？白雪さん長すぎるから。大きいところじゃなくて銭湯。暑いのにやだな。じゃあ後でここで見せっこしましょう。やだな。私はちょっとお腹がやばいんだよ。